花粉症。それは人類が毎年繰り返す、小さくて大きな敗北である。人は空を飛び、遠くの星を見つめることができる。それでも春になると、目は痒くなり、鼻は止まらなくなる。とても小さなものに、とても大きく負ける。この不思議な現象は、偶然ではない。むしろ、自然からの優しくないお知らせだ。どうせ今年も負けるだろう。だが人は、それでも毎年立ち向かう。ティッシュを手に取り、静かに反撃を始める。これは、花粉に振り回された人間の、むずい戦いの記録である。第一章、見えないルール。見えないルールほど、強いものはない。なぜなら、気づくのが遅れるからだ。花粉は見えない。でも、確実に入ってくる。目に入り、鼻に入り、静かに始まる。ここで一人の哲学者が言う。沈黙の哲学者、キルケゴール・ハナカユ。気づいた時には、もう決まっている。人は自分で行動しているつもりだ。でも実は、花粉に動かされている。鼻を噛むのも、目をこするのも、マスクをつけるのも、全部後から決まっている。そして今日も、ティッシュを手に取り否定する。第2章、小さすぎる作戦。小さいものは弱い。そう考えられてきた。でも本当は逆だ。小さいものほど入りやすい。花粉は小さい。だからどこにでも入る。目にも入るし、鼻にも入る。ここで科学者が話す。進化観測の研究者、ダーウィン・ハナフは、強いより多い方が勝つ。一つ一つは弱い。でも、たくさんあれば意味が変わる。花粉は狙わない。ただ、いっぱい来る。その結果、目と鼻はやられ、人間が負ける。これは戦いというより、数の問題である。第3章、大体で守る。守るというのは、完璧にやることではない。大体でいい。人はマスクをつける。薬を飲む、目薬も使う。でも全部は防げない。ここで社会学者が言う。合理性の観察者、マックス・ウェーバー、ハナブロック。全部守ろうとすると、何も守れない。大事なのは、少し減らすことだ。それだけで、だいぶ楽になる。つまり人類は、最初から全部勝つ気はない。それでも対策するのは、何もしていない自分がちょっと不安だからだ。第4章、考え方のすり替え。辛さは、考え方で変わる。花粉はただ、飛んでいるだけ。意味をつけているのは人間だ。ここで心理学者が話す。無意識の探求者、フロイト・ハナズル。辛いのは出来事じゃない、受け取り方だ。同じ目のかゆみでも、最悪だと思うか、まあ仕方ないと思うかで違う。それが人の心だ。でも現実は、どう考えても目はかゆくなるし、鼻水も出る。考え方は変えられても、花粉は空気を読まない。第5章、ポケットの答え。最後に人がたどり着くのは、すごい解決ではない。ちょっとした準備だ。花粉はなくならない。だから人は持ち歩く。ここで一人の賢人が言う。日常観測の賢者、モンテーニュ鼻水。問題は消えない、持って歩くだけだ。だから人はティッシュを持つ、目薬も持つ。それだけでいい。世界は変わらない。でも、少しだけ楽になる。ポケットとカバンの中。それが人類の答えである。相手はとても小さく、ムズムズする。それで十分に困る。人は考え、守り、工夫する。でも毎年、同じことが起こる。春になると目をこすり、鼻を噛む。ただそれだけだ。どれだけ考えても、やることは変わらない。同じ春が来て、また目が痒くなり、鼻を噛む。そして静かに気づく。ティッシュあったっけ？花粉症との戦いは、終わらない。